皆さんこんにちは。ドライビングインストラクターの鏡亮介です。ドライビングレッスンチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。今日お届けする動画は、富士スピードウェイの、オンボード映像を使いまして、富士スピードウェイの走り方、徹底解説ということでですね、お伝えしていきたいと思います。これから初めて富士スピードウェイを走る方ですとか、すでに富士スピードウェイを走ったことあるけど、ちょっと伸び悩んでいる方までですね、私が普段からお客様にお教えしている、富士スピードウェイの走り方をですね、そのまま動画にして解説していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは早速解説していきます。ご覧ください。まずこちら、使っている車両がですね、トヨタ86ですね、ZN6 型。昨年、ワメクレースで、使っていた車両になります。こちらを使って解説していきます。まず1コーナーから、行ってみましょう。1コーナーのアプローチなんですけども、まず富士スピードウェイに限らず、必ずこういった距離看板がですね、長い直線の後のコーナーには設置されている場合が多いです。必ずですね、こういった、目安となるものを、自分の中で見つけていただいて、その毎回同じポイントで踏めるようにですね、まずこういったところを意識していきましょう。この86の場合はですね、リミッターが、効いているので、180キロで、ストレート頭打ちになってしまいますので、ブレーキはかなり奥まで行けます。この辺りですね。86の場合は、だいたい100メーターぐらいまでは行けちゃいます。ただですね、リミッターが効いてない輸入車をお乗りの方ですとか、リミッター外している方はですね、かなりもう少し手前になると思います。僕もアウディで、スーパー耐久の車なんかは、150メーターぐらいの、ところから踏みますので、このポイントは、あくまで参考という感じで、徐々に詰めていくようにしていきましょう。はい、この辺りからブレーキ開始ですね。で、ここでもう一つ注意点としては、結構ブレーキの動力ですね。動力が、だいたいこの86の場合で120、30キロぐらいの動力で、ブレーキを踏んでいます。やっぱりビギナーの方なんかですと、この動力が少しやっぱり弱い方が多いので、なるべくもう自分の持てる力すべてを使うような感じで、一回ちょっと踏んでみていただくと、ものすごく短く止まるっていうことがわかると思います。なので、特にこういった長い直線の後の、フルブレーキっていうのは強めの、動力で踏むような意識でやってみましょう。あとはですね、ブレーキをですね、車っていうのはまっすぐな状態で、ブレーキを踏むのが、もちろん一番短く止められるんですね。なので、こういったところでもしっかりとこの、まっすぐな状態をキープしたままブレーキしていくんですけど、目線をこの先に送るっていうことも同時に意識することで、徐々にこのイン側に寄っていってしまう方も結構多く見られます。で、このブレーキングの時にイン側に寄っていってしまうと、制動距離が長くなってしまうということと、コーナーの立ち上がりのライン取りが少しきつくなってしまうので、なるべくですね、しっかりと直線区間を長めにとって、制動距離を短く終えられるようにブレーキングしてみてください。はい。で、1コーナーの、このイン側にですね、オレンジのポールが立ってます。こんな感じで。はい。富士スピードウェイの場合は、ここが目安になるので、しっかりとここに向かってイン側についていきます。はい。で、立ち上がりもしっかりと外側いっぱいまで使って、ここの縁石はかなり、低い縁石なので、しっかり使って立ち上がってもいいと思います。はい。で、ここもしっかりとイン側について、次のコカ・コーラコーナーですね。A コーナーに入っていきます。ここも距離看板があるので、しっかりとこのマークをですね、確認して、毎回同じようにブレーキングしてみてください。86の場合はだいたい70メーターぐらいですかね。この辺りからブレーキ開始になります。で、ここの縁石もですね、かなり低い縁石、かなりフラットな縁石なので、
最後の最後、本当に車に慣れてきて、コースにも慣れてきたら、ここもしっかりと使って、最大の R を大きく取るようなイメージで、入っていくといいと思います。で、この時のブレーキングなんですけど、1コーナーのブレーキングは思いっきり強めのブレーキなんですけど、こういった高速コーナーのブレーキングは、思いっきりブレーキを踏んでしまうと、車の姿勢が、ピッチングが大きくなって乱れやすくなるので、もう当てるような、ブレーキをイメージしていただくといいと思います。ブレーキのロガーのグラフで表すと、1コーナーがこういった波形になるのに対して、こういった、A コーナー、高速コーナーの場合は、こういうようなイメージですね。ブレーキの踏んでる時間が、強く、瞬間的に上げるのではなくて、なるべくだらーっと踏むような感じでやっていただくと、車の姿勢が乱れずに、しっかりとタイヤが設置した状態で旋回していくことができます。これもちょっと意識してみてください。はい。で、ここにもポールが立ってますので、ここをですね、行き過ぎてしまうと、ポール、たまになくなってますけど、縁石軽くかすめるぐらいまでしっかりとイン側ついていただいて、で、この外側も、しっかりと縁石、軽く乗るぐらいまでですね、しっかりと大きく R を取っていきましょう。ここもですね、よくスピンしやすいポイントでもあるんですけども、やっぱりそのビギナーの方と競技で慣れてる方の大きなやっぱり差っていうのがですね、こういった高速コーナーで出てきますので、慣れてきたらここもエスケープかなり広くなってますので、ちょっと限界を超えるか超えないかのところをぜひ試してみてください。はい、そのまま次は 100R ですね。トヨペット 100R コーナー。ここもですね、ここは進入のラインがですね、いくつかあるんですけど、箱車、ツーリングカーの場合は、だいたいこのインベタで最初入っていくのがいいと思います。フォーミュラカーとか、車重の軽い車は一度このミドルあたりに、マシンを振って、でそこからまたインに寄っていくっていうラインもあるんですけど、それが有利になる車っていうのは結構限られているので、この 100R に関しては、このインベタを通るのが一番ベタかなと思います。で、このインベタで通っていきながら、ここにですね、6番ポストっていうのがあるんですけど、ここにめがけて少しミドルに行くようなイメージ、ミドルラインを通るようなイメージで、ライン取りしてもらうとちょうどいいかなと思います。で、ここで、かなりここね、カントもついているコーナーになるので、自然とですね、リアが旋回していくような、オーバーステアになっていくような挙動が出てくると思います。で、ここに合わせて、今このスロットル、今僕オフにしてますけど、アクセルオフ、もしくはブレーキを軽く当てるような感じで前荷重を作ります。で、そうするとリアの荷重が少し抜けていって、旋回しやすくなっていきますので、このアクセルの、オフのポイント、またはブレーキ、車速が上がる車に関してはブレーキ使えますけど、ブレーキのポイントですね。ここをしっかりと、この6番ポストをめがけていくと分かりやすいかなと思います。はい、今ちょっとカウンターステアも当たりましたけど、ここでしっかりと向きを変えて、この、ちょうどですね、こっちにサービスロードがあるところのこの切れ目のところですね、ここを狙ってイン側についていくようなイメージで、ライン取りしていきます。ここまでにはしっかりと向きを変えて、このイン側にしっかりとつけるようにですね、走ってみてください。で、この今、オーバーステアを落ち着かせるタイミング、ポイントとして、アクセルを開けてリア荷重にして、しっかりと、落ち着かせるっていう操作をしていくと、かなりここのボトムスピードが上がりますので、本当にちょっとこの先ね、結構イン巻きして右側にドカンっていうパターンも結構あるので気をつけてもらいたいんですけど、慣れてきたらぜひこういった、ところもチャレンジしてみてください。はい。
で、この 100R の立ち上がりは、なるべくこの、ミドル、いってもミドルぐらいですね。あんまりこっちまで膨らみすぎてしまうと、ここタイヤカスもあったりしますし、一番はこの先のヘアピンに対して、適正なライン入れませんので、ここもよほど軽い車でなければ、ミドルぐらい。フォーミュラカーとかだったらね、アウトまで行く場合もあるんですけど、ミドルぐらいまでで抑えて、この先しっかりとこっち側に寄れるようにですね、右側に寄れるように入っていきましょう。はい。で、ここにもですね、看板があります。大体これは50メーターか、車速の速い車だともうちょっと手前60メーター、でもいいと思います。はい、ここもまっすぐブレーキングしていくんですけど、1コーナーのブレーキングよりは、ここのまっすぐ止めるブレーキっていうのはちょっと短めで終わらせます。で、そこからですね、この、イン側のエイペックスポイント、クリッピングポイントに向けて、イン側に入っていくんですけど、ちょっとブレーキを残しながらここは入っていってもいいと思います。っていうのも、この先のヘアピンといってもかなり、立ち上がりが緩やかな、R になっているので、なるべくここのなんていうんですかね、突っ込みの部分でしっかりと、イン側に寄っていくと、その先早くアクセルが開けられる、ような形状になってますので、ここはまっすぐここまで止めてカクっていくよりも、ここをめがけてブレーキングしていくぐらいの感じでもいいと思います。はい。で、この縁石に乗るあたりでは、もうスロットル開け始める、のがベストかなと思います。ここから開けていってもですね、しっかりと踏んでいけますので、ここからしっかりとアクセル踏んでいって、アウト側までいっぱい使って立ち上がっていくというような感じですね。ここで結構ですね、ミドルで終わってしまったり、この立ち上がりを下手したらインベタで立ち上がっていくような方も、多々見受けられます。これはですね、かなりボトムスピードが低くないとできないライン取りですし、ここ外側がかなり緩やかな立ち上がりの形状してますので、しっかりと早くアクセルを開けて、アウト側目いっぱい使って、その分車速を上げていくっていうことを意識するといいかなと思います。で、この 300R もですね、このドライ路面だともう車種によってはほぼストレートなんですけど、車速の高い車は、ここは本当にコーナーになりますし、雨が降ってる時なんかはね、コーナーとして一つのコーナーになるんですけど、ドライ路面の時は、なるべくこの 300R 最短距離で通っていただいて、この、立ち上がりもアウト側までいっぱい使うと、結構遠い距離を通ってしまうことになるので、これちょっと、割と外側まで使ってますけど、縁石よりもちょっと手前ぐらいまでね、最短距離で通れるといいのかなと思います。はい、続いてダンロップ B コーナーですね。ここも、距離看板が置いてありますので、86だとだいたい100メーター切るぐらい。車種によっては150メーターとかですね、しっかりと、場合によってはダンロップ、ここにあったダンロップゲートをポイントにしてもいいと思います。はい。で、しっかりとここもまっすぐフルブレーキですね。ここは1コーナーと同じようなアプローチです。しっかりとまっすぐな状態でブレーキ、車を止めます。はい。で、B コーナー、1つ目の右に対してしっかりとクリップについて、ここで、左に対して、なるべくもうミドルぐらいのラインでこうやって終わらせるといいと思います。これをですね、外側まで、こっち側まで使って突っ込んでしまうと、この先のもう次の左がめちゃくちゃきつくなってしまいますので、ここは言ってもミドルぐらい、このミドルぐらいのラインで終わらせて、次の左に備えます。で、この時にですね、しっかりとその荷重移動、慣性を使って、今左側に、荷重がかかっている状態ですよね。それをよっこいしょっていう感じで、右側にこんな感じで荷重を乗せます。この慣性を使って車をこう曲げていくことで、早く向きが変わるというのと、
ここからですね、めちゃくちゃ上ってるんですね、第三セクターっていうのは。なので、なるべく早くアクセルを開けたい、こともありますんで、この向きをしっかりと早く変えるっていうのをしっかり荷重移動を使って、やってみるといいと思います。はい、この左の縁石を越えるか越えないかぐらいのところではもうアクセル全開のところですね。で、この次の縁石に対しても、なるべくここは直線的にもう突っ切るようなイメージです。はい、続いて13コーナーですね。13コーナーはですね、この先全然見えないんですけど、アプローチとしては、この縁石をしっかりと乗るぐらいのところから切り込んでいくような感じですね。はい。で、ここにオレンジのポールが立ってます。一応ここのちょっと先ぐらいに、クリップを取るような感じでいくとちょうどいいと思います。で、ここ登ってるので、アクセルオフにした時に、すぐに前荷重になって、リアが流れていくような姿勢になります。これを使ってしっかりと向きを変えながら、その、流れ始めた、リアタイヤを今度アクセルオンで、リアを落ち着かせるっていうようなイメージですね。はい、こんな感じで、ちょっとじんわりと今開けていきましたけども、はい、切り抜けていきます。で、この13コーナーの先、この、プリウスコーナーですね。今、スープラコーナーって言いますけども、ここに対してのアプローチは、この縁石をしっかりと使うぐらいの感じですね。しっかりインベタで入っていきます。はい。で、そこから、この辺りにめがけて、なるべくここも直線的に、ハンドルは実際曲がってるんですけど、なるべく直線的に縦にブレーキが使えるようなイメージで、スーッと入っていきます。この時もですね、ブレーキは当てるような感じのブレーキ。で、大きなこういうピッチングの、動きが出ないようにですね、スーッと当てるようなブレーキをします。で、それによって前荷重を作りつつ、イン側に切り込んでいきます。はい、次のエイペックスポイント、クリッピングポイントにもここにもポールがありますので、このちょっと先ぐらいをめがけていくような感じで入っていきます。はい、この辺りですね。で、ここから、登った後に一瞬坂を登り終えるところというか頂点が、あって、ちょっとね、リアがここで抜けやすくなります。なので、しっかりとここはアクセルの、踏みすぎないようにですね、結構ここでオーバーを出して、スピンしてしまう車両も結構いますので、ここはちょっと注意してください。はい。で、最終コーナーですね。最終コーナーのアプローチ、ここもいくつか車によってラインはあるんですけど、今この乗ってるような、ちょっとエンジンパワーのそこまで高くない車に関しては、なるべく大きな R を取って、ボトムを落とさないで走っていくのがいいと思います。で、そのためにはですね、こんな感じで、もう大外から入っていくようなラインより、結構インから入ってって、カクって曲げて、V 字みたいな感じで立ち上がる車もあるんですけど、そのオーバーステアが出やすい、フロントが入りやすい車で、かつ車重もそんなに重くない車であればそういった走り方もいいと思います。ただこういったツーリングカー、ちょっとね、車重が大きい、重い車に関しては、なるべくここの R は大きく取った方が、その先の直線の伸びが良くなると思います。はい。で、なるべくもうここではね、アクセル開いてる状態ですね。ここも一応クリップとして縁石乗ってもいいんですけど、ここの、クリップを取るがために、なんですかね、R が小さくなってしまう。車速が落ちてしまうよりは、少しここは外側を通ってでも、なるべく大きな R を取って、早めにアクセルを開けるっていうことを意識した方が、プラスに働くと思います。はい、ちょっとね、これアクセル早く踏みすぎて、一回リリースしちゃってますけど、新品タイヤとかだったらね、このくらいのタイミングでもいいと思います。ここで今みたいにちょっとオーバーステアが出ると若干ロスになるので、なるべくここはオーバーが出ないような感じでいけるといいのかなと思います。
で、あとはね、直線だけですけど、しっかりとこの直線の間にですね、タイムだったりとか、いろんなポスト、ここにいろいろポストね、あって、一番この直線が、余裕がある時間帯なので、しっかりと周りを見るようにしましょう。この辺のシグナルなんかも、たまにダブルチェックを受けてしまう方もいますけど、しっかりと直線ほどこう余裕を持って、しっかりと周りを見るようにしていきましょう。はい。では、今のですね、解説を踏まえて、一周通してですね、オンボードをご覧ください。いかがだったでしょうか。ぜひですね、皆様の富士スピードウェイの、走行の、参考にしていただければと思います。今後もですね、こういったオンボード映像を使っての、解説っていうのをどんどん上げていきたいと思いますので、ぜひこのチャンネルですね、登録していただいて、ご覧いただければと思います。それではご覧いただきましてありがとうございました。